ばかりかこのお山で仏の教えを背かして無限地獄の鎌焦げに用意しよっただからどれでござんす。どれじゃどれじゃ憎いはずじゃ。ダンボールのマイホーム、鉄道高架下揺れてる。トイレは大五郎のペットボトル、枕は少年ジャンプ。電波塔の鉄の骨組みに逆さまコウモリぶら下がり、超音波で大合唱、シナトの風が指揮者。そっと回り頭を下げて、お披露目薄毛の登場ブストロングゼロ、コンビニで買ってお釣りは募金箱。デパートの女子トイレチョコラビンビ飲んで、デオドラントシートで脇汗拭く。ウォシュレットビデお尻本部乾燥、これから男とディナー。マクドナルドの窓際のカウンター席で、若い物理学者が計算してる。宇宙の終焉まであとどのくらい、しょっぱい指をなめ、喫煙所億万長者、煙を吐いて記憶喪失。妻も子供も親も自分も、このタバコの銘柄も、こ
今月はマグロフェア、大トロ中トロ赤身、痩せ猫マジックたびれて、回転寿司屋の裏口のゴミ捨て場で虎になる夢を見る。イルミネーション寄って乱反射、ラブホテルは満室、肌と肌をこすり合わせて、喘ぎ声ハレルヤ。ドブネズミが下水道で落とすと、ゴキブリは誕生ビルの壁をロックくらいに、街が静かになる瞬間に耳を澄ましてみる。最後の客をお見送りして、バスタブ湯を抜くソープ場、排水溝に流れて消えるお湯もお見送り。コンコースのベンチに座ってずっとローバーは編み物、長いマフラー世界中の子供温めてあげたくて、高層ビルの深夜警備、懐中電灯巡回中、最上階から夜景を見てる、缶コーヒー片手に、この街のほとんど全部昔昔沼だった。平泳ぎカエルが大統領、大ナマズが神様。
暗がり幽霊がタップダンス宇宙人がコンテンポラリーダンほんに今日は奥様若殿様のお供で久しぶりの住吉参り。いつ見てもこの松原は見事なものだ。下が屋敷よりはよほどの道。母上様にもさぞお疲れ。鎮火祭りの神事まで神主方に恩入りあってしばしが間ご休息。これはまあいつに変わらぬ母上思いの俊徳様。おお、これは良いところに心がつきましたな。いつもは殿様ご所さんなれど折り悪うご病気ゆえ名代としてそなたが参詣。わらまも夫の病気全快遊ばすようにと神へ願いの今日の催し。神楽もそうし神前の幹頂戴せん。俊徳殿にもまずご神事の刻限も近づきたれば奥様若殿様には申しこれよりは俊徳様が大殿様の名代、次郎丸様にはしばしの間社の外でお待ちくださりませ。ささ母上。次郎丸様、次郎丸様。ああ、平馬、待ちかねた。まあまあ次郎丸様、何故ここにお一人で？知れました知れました。大方神殿に入ることかなわずここで留守居をいたしますな。やかましい。我高安の僧侶と生まれながら下尺腹ゆえ次男となり家督を継ぐことかなわず肩身をすぼめるこの扱い。肩身が狭いわ。妾の子、いや帝の強い次郎丸様。したがかねての企み守備は上々。俊徳様をぶち殺す。これ声が高い。俊徳様を殺してしまえばさしずめ家督は次郎丸様。高安の家を継ぎし上心をかけし俊徳が言い名付け朝香姫も自然と我が手に入る通り。何もかも良いことずくめ。血のつながった俊徳を我が手にかけるは殺生ながら次郎丸の弟に生まれた悲運と諦めて往生しよれ。万事は拙者にお任せあれ。さりながら守備よく言った暁には約束通りこの平馬をお取り立て。知れたこと。したがここでは人たち司祭はあれにて密談せん。はっ。まことや。古家にもさよ吹けてあられ松原住吉の裏吹く風に千鳥なくなり。はて面白や。俊徳様。朝香姫。俊徳様、何故ここに？恥ずかしいことながらお越し入れの約束も文も知らせも絶えしゆえ、もしやお心変わりもしようかと高安様のお屋敷を訪ねてみたれば、折やしゅう大殿様のご祈祷にお出ましなされたといすかの口走。そんなら我をしたいて。はい、お顔見たさに参りましたわいな。さりとてここへはよほどの道。焦がれる女の一年は岩をも波をも越えるとかや、千里の山道越えるでなし、熊野街道をただ一筋、何の苦労がございましょう。恋の重荷を肩にかけここまでやってきましたわいな。そのお気持ちはかたじけない。したが思い過ごした女子の心。憎いやつじゃとお叱り受けても大事ない。恋に貴賤の隔てはないとや。たった一言不憫やとおっしゃってくださいませ。我を思えばこそ友をもつれずこのありさま。さりながら
折悪く父のご病気、そのご病気も前回遊ばしたまえばほどなく腰入れいたしましょう。まずそれまでは互いの辛抱。さあはよ屋敷に戻られよ。そのお心を聞く上は案じることはなけれども、せっかく会うたそのままにもう帰れとはつれない仰せ。はて聞き分けのない朝香姫、父母よりお許しの婚礼すまぬそのうちは、こうした試技を母様のお目にかからば互いの難儀。ええ、必ず恨みたもうな。おさえおさえ、喜びありや喜びありや、神からのお告げあり、俊徳丸に神託なんとご神託とはありがたや。よくこそ神楽をそうし、神の心をいさめてくれた。喜びのあまりこの巫女に託してことをすぐるなり。ははそれ雨土初めて開けしとき、高間が原に冠詰まります。いざなぎいざなみの御神、雨のぬぼこを差し下ろし、ころころと死をかき鳴らし、雨の御柱を立てたも。いざなぎ御柱を左より回りて、いざなみ御柱を右より回りて、めでたく巡り合いてまぐわいたも。すなわち国を生み神を生み人を生み、世のすべてを生みたまいき。シャンシャンコロコロと酒海シャンシャンシャン、金海シャンシャンシャン、博打海シャンシャンシャン、子供が泣いても博打ああ博打目のとの道こそ国の要。殿ご神託。ははああ、不憫になるかな朝香姫。俊徳丸に会うを楽しみにはるばるとここまで来て、はよう嫁入りしたいとの心願。しかるに俊徳丸ばかりは何故固い。殿ご神託。はて杯したせぬにはよらぬほどに、どこぞそこらの木陰でなると、まあ嫁入りの内情をしてやったらよかりましょうとのご神託。嬉しや。日頃の願いお聞き入れくださしたかいな。ねいねい。ああこれ巫女殿、よもや神様がそのようなみだらなことはおっしゃるまい。いや決して疑うべからず、お社に祀られるは夫婦円満、子孫繁栄の御神。高砂や高砂や、この裏船に帆あげてと、めでとう祝言済ましゃれ。とは申しても、我ら神託に背きあるか。うろんなるご神託、どうもまこととは思われませぬ。神の言うこと聞かぬなら、高安の家は守りゃせぬ。またテテゴの病気も治るまい。なんと。そんなら姫と今ここでさあそれは、祝言しやるか。さあそれは、さあ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 なあもう面倒だ。ほらいっそ抱きつかせお神託じゃ。いや、あそこにおわすは朝香姫、願ってもないこんな趣味。はあ、恋人これにいなはるか。いや、そなたは次郎丸殿。兄上様。朝香姫、ここで巡り合うたのも幾世にかかる妹瀬の縁。さあこんな俊徳は捨ておいて、俺と一緒に奥の茶店へ。どうぞお話しなされてくださりませ。いい名付けあるご主人に横連母する次郎丸、つけ回してもかなわぬ。
そなたは家来の入り兵。いやちょっと若殿様、これにお渡りあそばしますか。親善の道ご頂戴あそばしませと奥様これおいでにござりまする。なんとお姫様、ひとまずこの場は立ち去りましょう。さあこちらでござりまする。さあほらほら。いやめでとう神楽住氏上は親善の幹親子一緒に頂戴せんためこれまで持参。俊徳殿にはまずはっ。これ俊徳殿にはこの玉手勝ちと話さねばならぬこともあれば、そなたは神主方へはよかしこまりました。人影のないこの松原。幹というのは表向き、固い挨拶はやめにして打ちくつろいで酒ぶりしょ。これはいつにない母上のご機嫌。お杯頂戴いたしまする。いや、これは風雅のアワビ貝。お酒ははばかり、調子はこれ。いや、そのまんま。俊徳様、今の杯ガテンかえ。こりゃ母上には何なさる。ガテンとは何をガテン。さあ、姫御勢から殿御へ指すは妹背の固め。この松原は祝言の大島台。わらわが杯指すからはすなわちこれが三三九度。これからは夫婦の交わりの俊徳殿、いや瀬の君様、今さら嫌とは申されまい。こりゃ母上にはささきげんか。あられもないことは遊ばすな。もし待ってくださりませ。酒にも酔わぬ気持ちがわぬ。お前の母君千の奥様にお宮遣いをしたこの私、ご奉公の初めからその美しいお姿に心迷うてあげくれに、もう打ち明けて言い出そうか、文を出そうか。辛抱するうち情けなや。千の奥様がお隠れ遊ばし、新奥方見と大殿の仰せ辞退いたせば館にいることかなわず。なんと母上におかれましては証拠となしの今の身の上。はい、親子ほどに年の離れた大殿様、愛しいとも恋しいともついぞ思うたことはござんせん。死への操に背くつもりか母上様。もとより操はないもの。これ以上は聞きともない。このままでは恋煩い焦がれて死ぬる私がこの港川いとわぬゆえ不憫と思うてたまわらば割りないちぎりをこれ申し。情けなやあさましや。
天満の見入れか母人様、ちこそ分けねの現在の子二連母とは何事ぞ。その母呼ばわりは聞きとうない。お前と年こそ一つか二つ。おい女房がそれほど嫌か。嫌でも王でも惚れた。惚れた。抱かれてねねばいつまでも話はいたしませぬわいな。母親の身で子二連母とは取りも直さず畜生の人のそしり悪名もおぼしめさぬか母上様。何とぞお心翻し本心になってくださいませ。畜生道でも構わぬ。ぜひとも夫婦に。汚らわしい。もし奥方様、玉串の奉納も筒賀の愛すみました。おお、羽引の大義大義。若殿様もお先へお帰り、奥方様にもいざご下校なされませ。俊徳殿は帰られしか。あい、若殿様におかれましては何やらお磯に遊ばす様子、顔色は悪し物暗示あるようにお見受けいたしました。もし何ぞございましたかえ。日暮れも近し秋は冷える。大方お冷え遊ばしたにあろうが、大殿様のご病気のその上に俊徳様のお体に触ることあらば一家の難儀。そなたもよくよく気にかけてやってくだされ。かしこまりました。自らもこれより下校せんともしや。ははー。お父さん、家を出ることお許しください。心配をかけていると思うと胸が苦しいです。このままでは家の恥、何よりお父さんを怪我してしまうのが悲しいのです。お許しください。たまたま人間として生まれた、それだけでとても幸運なことです。その上高安家の跡取りとして大切に何不自由なく育てていただきました。顔も体も醜く崩れてしまいましたが、心の中にはたくさんの美しい思い出が残っています。ありがとうございました。もはや私は人間とは違う生き物になってしまったのかもしれません。ですがこの体を神仏に捧げたら悪い業が消えて病気が治るかもしれない、そんなかすかな希望を持ってあてもなく遠くの国へ旅に出ます。この足が動くうちに太陽を追いかけ西へ西へと旅に出ます。でももしどこかの野原や山奥で死んでいたと噂に聞いても葬式などしないでください。どうぞ捨ておいてください。次郎丸兄さんはぜひ家を継いでください。お願いします。お父さん、名残惜しいです。いつまでも尊敬しています。いつまでも
愛しています。お元気でいてください。お許しください。山を背に西へと歩く、振り返る山神を降る、生駒山高安山、さようなら。最近さ、俊徳様すごい食べんのよ。ちょっと具合悪いって言うからお食事部屋まで運んでるでしょ。襖の向こうから言うのよ。大盛りにしてくれ、大盛りにしてくれ。何それ不気味。育ち盛りの食べ盛り。バカ、違うわよ。もうね、丼よ、すっごい大きい丼、しかも超大盛り。丼から飛び出したご飯がこうもう一個逆さまにこう丼くっつけたみたいに球体みたいに球体になってんだから。しかも食べるのめちゃくちゃ早い、一瞬。その球体みたいのをさ、襖の陰からこう置くでしょ。ものの30秒ぐらいで聞こえてくんのよ。おかわりおかわり。俊徳様、重い病気なんじゃないかしら。バカ、あんたそれ言っちゃダメなやつよ。羽引きの様に聞かれたらもうあんたクビよ。でも言うわよね、雷病になると無性にお腹がすくって。雷病ってお顔が崩れちゃうあれでしょ。じゃあ俊徳様のあの美しいお顔も崩れちゃうの。ショック。私俊徳様と結婚したかったのに。バカ、あんたじゃ無理よ。あなたたちいつまで遊びにしてんの。休憩はとっくに終わりよ。子供の頃の遊び場、駆け回ってた草原、土盛り上がるかい興奮、よろよろ歩く。俊徳様、突然来てしまいました。すみません。いや、私も言ったんですよ。そんな急にお邪魔しちゃあね。でも姫様が心配だ心配だって言うもんだから。なぜ巷じゃ俊徳様ご病気と噂になってますから。いやいや、朝香姫よく来てくれました。病気といっても大したあれじゃないんです。流行りの風邪ですよ。ただまだしばらくはこうして横になっていないといけませんから、このように襖越しにすみません。俊徳様、一目お顔見ることできませんか。寝てばかりですから、頭もボサボサ、目やにベトベト。このような姿を朝香姫に見せるわけにはいきません。そんな構いません。何日も風呂にも入っていませんから、どうか。いいんですよ俊徳様。多少男臭いくらいの方が若い娘にはウケるんです。いけません。あなた逆の分際で無礼ですよ。今日すみません。あ、こちらこそ大きな声を出して失礼いたしました。おっかないけどおっかない美人タイプです。私が俊徳様の妻だったらずっとそばについて看病できるのに。朝香姫、風が良くなったら僕と結婚してくれますか。もちろんです。もちろんです。俊徳様、ありがとう。そろそろ。はい。俊徳様、私は何があっても俊徳様が好きです。朝香姫、何も見えなくなった俺の両目の使い道、ニコルにビロの涙があっても涙溢れてんじゃねえか目に。かわいい愛はにバイ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 、醜く崩れ落ちた顔、それでもペロペロ舐めてくれた、ひな泣き響く。あら奥様、こんな夜更けにどうされました。ちょっと眠れなくって月でも見ようかななんて。そうですか。羽引きのさんこそどうしたの。トイレです。あ、そう。
ないんですか？月。見ますよ、月見ますよ。奥様、昔からよく月見てました。そう？あんまり見えないわ。曇ってますから。心配ですね。大殿様、高安様。ああ、よく寝てますよ。そうですか。トイレ大丈夫？ああ、そうでしたそうでした。失礼します。おやすみなさい。おやすみ。玉越西上の島、西部の橋、どんな橋、期する白さな香川の橋、杖を頼りに。俊徳、はい。次郎丸、はい。今日は折り入って話がある。私たち高安家のこれからについてだ。はい。俊徳、お前は今突然病に侵され、そのようなことは考えられないかもしれない。しかし私も年を取った。最近じゃ物忘れも多い、持病もある。今のうちに家督相続について2人にしっかり話しておきたい。家督は俊徳に継がせようと思っている。今までも2人にはそう言ってきたが、今もその考えに変わりはない。無理。お父さん、無理です。俊徳、そんな弱気なこと言うの？今の僕にはとても無理です。病だって治るかもしれないじゃない治か。りません。むしろどんどんひどくなって。いや、きっと治る。最近じゃ目もろくに見えなくなってきました。どこの世界に目も見えず、こんな醜く顔が崩れた殿様がいます。確かに世継ぎとなる俊徳丸が汚らわしい雷病じゃ世間が許してくれないでしょう。世間のことなどどうでもいい。私は俊徳の病を汚らわしいなどとは思わない。誰だって病から逃れることはできないんだ。俊徳、決して恥と思うなよ。そりゃあそうですけど、そうは言っても務まりますか？目も見えない俊徳丸にこの国を守っていくことができますか？妾の子ではありますが、この次郎丸なら立派にこの国を守ってみせます。私の大殿様、ご勅使が参られました。あらまあ、早速家督相続の話を聞きつけて、新しい世継ぎに何かご用かな？でも雷病だからね、どうしましょうね。さあ、大殿様、ご支度を。今行く。俊徳、心配するなよ。誤ったことするんじゃないぞ。ああ、男前が台無しだな。まあ、目が見えないんじゃ鏡も見ないか。何も見えなくなった俺の両目の使い道、濁る鈍色のビ玉、あっても涙溢れてんじゃねえか目に。バウワウワウ、バウワウワウ、この溢れている涙、こぼすな絶対こぼさない。バウワウワウ、バウワウワウ、沈む太陽よ俺の心を真っ赤に真っ赤に染めてゆけ。尾鷲湖の村塚鷲山、渡来人たちイノシシ飼ってる。異国のことはコリアンタウン、匂いはスパイシー。母ちゃん、肩もんでやろうか。
肩だよ、揉んでやろうか。いらないよ。なんでだよ。昔からね、あんたが優しいこと言ってくるのはなんか外で悪さしてきた時なんだから。いや、してねえよ悪さなんて。どうだか。あんた仮にもね、大殿様の血が半分流れてんだから、あんまりチンピラみたいな真似すんじゃないよ。してねえから、チンピラじゃねえし。ならいいけど。母ちゃんさ、俊徳丸の病気の噂聞いたことあるか？ああ、なんかそうらしいね。ひどいんだよ、あれは雷病だな。いや、もう顔なんかすっげえ崩れちゃっててさ、俺の方が男前になってる。卑屈なこと言ってんじゃないの。あんただって結構男前なんだから。俊徳丸、目も見えなくなったらしい。お気の毒ね。とか言ってさっきから母ちゃん微妙に嬉しそう。バカ何すんのよ。母ちゃんはこんなことしなくていいの。俊徳丸はもうダメだ。家督を継ぐのはこの俺だ。俺がこの国の殿様になる。もう母ちゃんに苦労はかけねえ。心配いらねえよ。悪いことは何にもしてねえ。勝手に運が向いてきたんだから。もういいよ。え？肩もみ、もういいよ。運なんてまたすぐどっか行っちゃうよ。私はね、あんたが元気ならそれでいいんだから。チェ、盛り上がんねえの？梅の匂いの天王寺、ここは西門石の鳥、波は白い炎船身を尽くし、見えないけれど。ねえ、どっか行っちゃうんでしょ。足引きずって一人じゃ大変よ。一緒に行ってあげようか。私が足になってあげる。目も見えないんでしょ。私が目になってあげる。ご飯だってどうすんの？私が食べさせてあげる。私が何でもしてあげるから。やめてください。もう僕に関わらないでください。こんな体になっても元気なところはあるかしら。私たち親でも子でもないんだから。やめろ！汚らわしい悪魔だ、悪魔だ。おい兄ちゃん、そんなに太陽見てたら目が焼けちゃうぜ。こりゃあれだ。雷病にやられて目が見えなくなってる。まだ若いのにかわいそうだな。でもよく見るとよ、結構いいとこの兄ちゃんかもしんねえぞ。気落とすな兄ちゃん。人生そんなもんだ。そんなもんにもそんなもんなりの良さがある。なんだよおめえさんのそんなもんなりの良さってのは。天気がいいとかさ。いい女が通りかかんのもいいね。参拝客が小銭恵んでくれるのもいいね。参拝客がいい女で小銭恵んでくれたらもう天だ。まあここにいりゃ生きてはいける。自由気ままってもんさ。好きなだけ沈む夕日を見てたらいい。しかし夕焼けってのは綺麗だね。天国はあっちだな。何も見えなくなった俺の両目の使い道、濁るに色のビー玉あっても涙溢れてんじゃねえか目にバウワウワウバ
っ赤に染めてゆけ。先日までうちで働いていたお辻さんだ。はい知ってます。俊徳様こんにちは。こんにちは。俊徳、今から大事な話をする。はい。お父さんお辻さんと結婚することになった。お辻さんは結婚を機に名を玉手と改める。玉手です。玉手さんは若い。お前と2つか3つしか変わらない。いきなりお母さんってわけにはいかないだろうが、まあ仲良くしてくれたらと思う。俊徳様よろしくお願いします。玉手、自分の子供に様は変じゃないかい？あ、じゃあ俊徳殿。殿は硬いよ玉手。私は家族はあくまで柔らかい方がいいと思ってる。俊徳さんは何て呼ばれたいですか？なんでもいいです。じゃあ俊ちゃん。おお、うらやましい。あ、私も玉手にちゃん付けで呼ばれたいぞ。私も玉手にちゃん付けで呼ばれたいぞ。はい、玉ちゃん。お父さん僕勉強があるからそろそろ。ああ、そうかそうか、偉い。俊ちゃんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。ただいま。おかえりなさい。学校どうでした？いつも通りでした。今日は冷えますね。玉手さん庭に出てどうしたんですか？雪が降りそうだなって。雪好きなんですか？はい。初雪の最初の一粒をつかむと風邪ひかないんですよ。知ってますか？いえ、聞いたことないです。亡くなった母が言ってました。へえ。お父さんは？お仕事今夜も遅いって。師走ですから。あれあれ雪じゃない？ほら雪よ。あ、本当だよ。私より背高いんだからずるい。俊ちゃん手冷たいね。玉手さんの手はあったかいです。息を吐くでしょ。そうするともう二度と息を吸えない気がする。息を吸うってすごいこと。お母さんゆっくり吸えば大丈夫だから。とっても優しい子。俊徳、優しいお顔見せて。ごめんね、あなたに何にもしてやれなかった。もっとあなたと一緒にいたいよ。ずっと一緒だよお母さん。俊徳、ありがとう。お母さん、お母さん。お母さんは。そうかそうか。あ、俊徳丸。次郎丸兄ちゃん。お前の母ちゃん死んじゃったな。俺の母ちゃんが本妻になってもお前は俺の弟だからな。心配すんな。ちょっと次郎丸、あんた何やってんの？すみません。バカ。ほら行くよ。違う、母ちゃん。俺朝香と結婚する。丸。僕も朝香と結婚する。丸。どっちだ？朝香どっちを選ぶ？丸。丸ってどっちの丸だ？俺は次郎丸。僕は俊徳丸。丸。相撲だ。勝った方が朝香と結婚だ。なおだおだからだ。時間です。腰を下ろして。はっけよーい。残った。残った。次郎丸。よっしゃ、朝香は俺のもんじゃ。おうおう、泣くな。俺が横綱だとしたらお前
前は幕下当たり前だ。本当おめえは泣き虫だ。お母ちゃん。分かった分かった。じゃあお前んち帰ろうな。俺送ってく。私も行く。ほれ俊徳丸、おぶってやる。よいしょ。大丈夫だ、すぐ母ちゃんに会えるぞ。大丈夫だ。まるまるまる。キャッキャッキャッキャー。ついこの間立ったと思ったらもうこんなに走って。キャッキャッキャッキャー。せんちゃん走るの好きですか？キャー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 。お母ちゃん好き。かわいい。しゅんちゃん、あれがしぎさん。しぎちゃん、聖徳太子様ゆかりの聖徳太子。あれが生駒山。あっちからお日様が昇って向こうへ沈む。向こうは海。おちょら赤い、おちょら赤い。空が赤くなってだんだん暗くなって夜になります。あれれれ、どうしたどうした、お腹すいた？お母ちゃん、夕焼け見てたら寂しくなっちゃった。わかるわかるよ、しゅんちゃん。お母さんだって夕焼け見たらお母さんのお母さんを思い出すもの。なんでだろうね、不思議だね。さてと、しゅんちゃん帰ってご飯にしよう。ご飯。
これそこな小敷殿、ちと物が尋ねたい。河内の国高安殿のお世継ぎ俊徳丸という美しいお若し様、そもじのような病にて館の内を抜け入れたまい、この国のうちに迷いおわすという噂、もし知ってなら教えてたべ。尋ねることに答えもせず泣いてばっかりござるのは、もしやお前が俊徳様か。そうならそうと名乗ってたべ。我こそ妻の朝香姫。いや、ご神は断りながら、お尋ねの人は哀れ儚きことになられました。尋ねる人の身の上に儚いこととはどうしたわけ。はよう語って聞かして。さればお尋ねの俊徳丸と、いや、ついこの頃までこのところにて我も同じ病ゆえ朝夕ともに暮らせしが、身の豪病に世を見限り、あの磐梯の池水に身を投げ虚しくなられしそや。何我が妻はあの池に沈んで世を去りたもうとや。曲もない。我一人を残して先立つとはあんまりじゃ。二世を交わせし恋人に別れて何楽しみに生きていよう。我もじきにあの池へ同じ木図と身を沈め、未来は必ず一蓮托生。そうじゃ。まあ待ったまえ、死んでは亡者のためならず。いや愛しい夫がメイドの旅一人ではやらしい。ああ、待ったもしがけ。実は俊徳丸治水とは偽り、いまだこの世にお忘れぞ。いや、自らを助けようとて偽り口、聞く耳持たぬ。いや偽りならず、まずは思いとどまられよ。そんならどこに我が妻が。おお、俊徳丸は5日前の明け方、33所の巡礼へ旅立ちありしが、その時申しおかれしことは、もし我が妻と名乗る者訪ね来ることあらば、あの磐梯の池水に沈んで死せしと伝えてたべ。来世のちぎりは変わるまじ。御身はいまだ若ければ早々故郷に立ち返る。いかなる人にも身を任せ、夫をもって命を全う。生きながらよとの遺言ぞや。いかなる人にも身を任せよとは、二人の夫を持ちそうな朝香姫じゃと思うてか。幼き頃より繰り返し我に言うたは偽りか。釣れないわいな。奥様いずこへ。どこへ行こうと自ら神は自ら次第。俊徳様の後をしとうて行く気じゃな。若殿様の御行方、手がかりおぼつかなく、女一人で何ができょう。ことに高安の奥方がこの後を追うて家だりと世上へはばかり、奥方様も水の出花、あらぬ噂が立とうもしれぬ。まあご遠慮あそばすがよろしかろうと存じまする。そなたの言やるはもっともなれど、
子供の行方を母が尋ねるに何の遠慮はあるまいがな。いえいえ、近頃は母子でも油断のならぬ世情の不死だらなんと。ことにご器量よしの俊徳様、夫を持った女子にも袖引くお方もあると聞く。はは、言わしておけば無礼な雑言、衆に向こうて言葉が過ぎよ。いや、たとえ過ぎてもお家のため河内一国取り仕切る家老の妻の言いつけは奥様でも叶いませぬ。さすがいやしい家来の女房、向こう水の出放題、必ず後で手をするなよ。家来呼ばわり聞きにくい。元お前は千の奥様の腰元、以前はこの羽引き野の家来も同然。お辻殿、わしゃ金輪際動かしゃせぬ。すりゃ実相、そっちが邪魔するな。おお、邪魔する邪魔する、ずんとする。母親の身で子に惚れて後の後までつけ回す。その根性を見限って俊徳様の出版も三部はこなたの連母から。そんな人を今日までお舅様の奥様のと言うてやったが口惜しい。真奥方とにわかり心栄養が余って年寄りが嫌になり若殿に揺れかける水い土地、顔を見るのも胸が燃える。黙りよろ。これお辻。人でなしの女畜生。女畜生、そなたも女子わからぬか。どうあってもああ、どうあっても不義者と言われても後を追うがまま母の。いや、女子の道なればささ故障じゃ。雪じゃなあ。いや、おひいさまか。そなたはやっこの入り兵か。いや、おひいさまにはまずご安泰。して入り兵が何故ここに。俊徳様の後を追って御家でなされたと聞いたゆえ、方々訪ね回ったところ、この辺りに置いてとの噂。あ、いや、安堵いたしました。我もそなたに会うたのは悲しい中にせめての喜び。しろ、何故のご祝誕のを聞いてたで。俊徳様は西国の33所の巡礼へお立ちなされたそうじゃわいな。なんとおっしゃる。そしてそれはまたいずこでお知りになられました。あいな、あの小屋の雷病の盲人に。何、めくらの雷病に。ささ今からすぐに自らも夫の後を追い共に巡礼。さあ連れて行ってたも。はよともしや。だからまあいいや、黙って見てて。
そうですか。しからば俊徳様の後を追って変死も早く道を急ぎ、まず熊野寺へ御友せん。さあさあおいでなさいませ。首や川や石らしや名乗られ返せし残念はそちの思いの100倍ぞや。それというのもこの姿、浅ましき雷病も前世のことを思いゆえ、今また業を重ねれば来世も必ず地獄の苦しみ。恨んでくれるな朝香姫。せめて目なりと見えたれば姿なりとも見んものを。現在の妻にさえ見違えられしはいかばかり、さぞや醜くなりつら。どういたわしや。いや、さてはここに。心強い俊徳様、たとえ変わりしお姿とて恥も遠慮も人による夫婦の中で何の恥。不憫とお示すならばたった一言、可愛いと言うてたまわれ。とはいうものの、玉を欺くあたやかなお顔も手足もこのように変われば変わるものかいの。いかなる悪病難病も神仏の力、薬の力、ご本腹なきことや候べき。ご夫婦もろともこの入兵がしるべの固い御とも申せ。さあお立ちなさいませ。いざいざ御手を。やあやあ朝香姫、やっと見つけた。いや恋人これにいなはるか。小敷をつけ回っての施しとは物好きなこといの。兄上様。ありゃ弟か。いや変われば変わるものじゃ。これ俊徳、高安の家のことはこの次郎丸が総領となるゆえ案ずるな。さあさあ朝香姫、我と一緒に。ああ、俊徳丸がお気になられますか。案じまするな。小敷をしても困らぬよう金子も持たせ手厚いたしましょう。さあこれは姫様にはお恥ずかしいと見える。さあさあ即刻この次郎丸の妻高安の奥方としてお迎えするゆえ、こっちにゴンせ。いやこの雷病、いやこのような病の俊徳丸と五体満足の次郎丸と。丸丸。え？俊徳丸、俊徳様にわしゃついていくわいな。何？病に苦しむ夫を捨ててどう戻られるもの。すりゃ何か？この汚らしい雷病と心中する気か？いや俺につけば何浮き目は見せぬ、辛い目させぬ。今夜からありがたい目に遭わしましょう。さあさあ朝香姫は俺のもの。手を離しゃ。俊徳様、お泣き遊ばすな。朝香はここにおりますぞえ。この道小敷、顔は崩れ手足は腐り、次郎丸様、うるさー！匂いはすさまじい。めんどくさい。
これ姫、何が不足？いや獅子舞花の千まずら己におひいさまは不相応。いや、この分際で無礼な雑言、かすめに物言わすな、それや。あれ待てよ、待て、あれすみません。志はござりませぬ。西門西の鳥居筋閻魔堂建立じゃ。お志お願いいたします。どうでこの姿、もう長くはあるまい。兄弟のよしに踏み殺してやる。俊徳様、いいか、俊徳様。これ申しお姫様、こやつはわしが受け取った俊徳様をあの車へ。どうしたよしみにこのお世話。はて様子はうちで話を。さあ早くお前は綱を引き、えいさらいと西へと走った。その道を右へ曲がれば鳥居筋、後からわしも追っつく。さあはよどっこい己をやってはこっちの難儀にっくいずくに追いもるめ。年はとってもしわ腕でもまだ前髪に巻きおうか。お姫様、右じゃ言うたに。おひいさま、俊徳様、いずこにおられまするか。おひいさま。俊徳様、もうすぐ着くほどにな。あれに見えるは一心寺かしら。やっと追いついた。さあ姫様変わりましょう。申し訳ございません。ここに置かせてくださいませ。さあ押してくださります。さあえいさらえい。さあここでございます。さあおばば。はいこちらでございます。お帰りなさいませ、合法殿。俊徳様じゃ。俊徳様、高安殿の俊徳様じゃ。俊徳様がなぜにこの家へ。その話は後じゃ。奥の部屋へ。まあおいたわしい。まあどうぞお声をお通りください。
コンコースのベンチに座ってずっとロバは編み物長いマフラー世界中の子供温めてあげたくて私はおばあさんです。趣味は編み物、あとおしゃべり。口に出してしゃべることなんてほとんどなくなったけど、頭の中で四六時中しゃべってます。しゃべり相手はお母ちゃん、たまにお父ちゃん、あと神様です。頭の中でお母ちゃんもお父ちゃんも神様もみんな笑ってます。お母ちゃんはいつも泣いてたけど笑ってます。お父ちゃんはいつも怒ってたけど笑ってます。神様はのっぺらぼうだけど笑ってます。つられて私も笑ってます。四六時中笑ってます。道行く人たちは編み物しながら笑ってる変なおばあさんと思ってるかもしれません。毛糸の玉がちょっとコロコロしています。コロ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 。地球も月も太陽もちょっとコロコロしています。私くらい編み物の達人になると地球からも月からも太陽からも宇宙の玉という玉から毛糸を手繰り寄せます。宇宙の玉という玉がちょっとコロコロしています。コロ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 。空の高いところの雲の中天使と渡りガラスがキックオフ遠くまで蹴り上げたボール星になりました子供の頃住んでた家を覚えています。縁側があって縁の下に宝物を埋めました。宝物が何だったかは思い出せません。障子を破いてお父ちゃんにこっぴどく叱られました。私は目に涙をためて家一番の大きな柱にもたれていました。大きな大きな柱でした。天を支える橋が伝わる
塩の塊みたいになってきた。血が生まれちゃったかも。柱立てようよ。立てよう。なんていい男。なんていい女。お父さん、私この人が好き。娘よ、馬じゃないこか。の人と結婚する。馬と結婚など許さん。私この人の取り金の。シシ汚らわしい、馬刺しにしてやる。なんてこと大丈夫、僕と一緒に天へ登りましょう。天を駆け巡りましょう。さあ乗って。お父さん、蚕を育てて糸を打って長生きしてください。なんの刺激もない天上の暮らしに飽き飽きして地上の海に降りてきました。でもここも退屈、風と波しかない。お嬢さん、風と波が退屈だって聞き捨てならないね。風と波ってすっごい気持ちいいんだよ。ヒューそこ気持ちいい。あー、卵生まれそう。でも海ばっかりどこで産めばいいのよ。あそこ。よかった。なんか爪のあたりが熱い。卵割れたよ。そうして君は太陽になり、白身は月になり、殻は大地と星々になりました。お釈迦様、私の末っ子返してください。お前も子を失った親の気持ちが分かったであろう。もう人間の子供を食ったりしないな。でも私500人も子供がいるんです。出産も子育てもそれも大変なんです。人間の子供でも食わなきゃやってらんないですよ。人間の味に似たザクロの実でも食べて我慢しなさい。ザクロじゃ物足りない。末っ子に会いたくないのか。会いたいです。ザクロで我慢します。もう人間の子供は食べません。よろしい。眠くなってそのまま眠るまで繰り返す。君も心を消えた花歌。コップの水を飲んだ。伸びてる爪を引いた。指紋で汚れた眼鏡拭いた4
かこのお山で仏の教えを背かして無限地獄の釜焦げでよしよっただかな魔王めどれでござんす。どれじゃどれじゃ憎いはずじ申し
50の衆今夜の100万遍つつがのを務められましたも皆の衆のおかげありがとうございます。いやいやもう構わっしゃるな。見れば新しい戒名も貼ってはあれど四角一ばかりで一つも読めん。したがこのようにうまいもなかしらえてわしらを呼ばしゃるからはどうで身内の供養であろう。はいな、今夜の100万遍はちと縁の深い仏のたむけ。ご存知もない仏にいかいご苦労かけました。身内の仏があると聞いたゆえ今夜の念仏は我一と精を出しました。誰じゃ知らぬが南無阿弥陀仏。それゆえにいつもとは夜食も格別麦飯にとろろ汁こんにゃくの白あえにヒロースいかなもうじゃもずるずると極楽へ通わずゆくであろう。安心させてな。この仏は国を隔てて暮らすゆえ命日も戒名も知れず、それでこのように情けない手作りの戒名。久しゅう顔も見ず死に目にさえもえ合わぬむごい別れ、せめて未来を仏にと。さあ心ばかりのほんの茶漬け何はなくともよう参ってくだされました。したがこれはちょっと食べ過ぎた。もうおいとまいたしましょう。どうもね、お世話でございましたな。これは地層になりました。ご造作でございました。苦労でございました。王子、里人の噂に聞けば俊徳様姫君のご領所この夜にかくまわれたるよし。なんと入平殿、大義よう知らせてくれやったの。ねえ、されば早速奮軍で。いや待ちゃれ。そなたには包み隠すこともなけれどもこの夜はな当家の奥方玉手様の親元。なんと声が高い。これには謎巧のありそうなこと、せいてを今年存じる。まずは中の様子を伺い。しからばあの藪畳へ潜みましょう。天にも地にも一人の子。やっぱり同心者の娘でおいたら非業の最後もさすまいもの。生中河内一国の大名の奥様と言わしたは親の戸が5年6年相見ぬ親子。苦しい死をするときにさぞやおや恋しいと思うたであろう。したいもしょう。今はの際に引かされて未来も迷っているであろこれおばば同じことを繰り返し未練な実会。そなたも武士の娘じゃないか。琴名のついた俊徳様に無体な恋を仕掛けるのみか、後までもしたい回り夫を捨て家出をしたいたずらめろ。早速に追っ手をかけなぶり殺しになったであろう。見苦しい泣き顔。実の娘をそのようにむごたらしゅうは言わぬもの。女子は誰しもあるならい。20歳そこらの色盛り。
美しい俊徳様なら惚れいで何とするものぞ。これいたずら者の不義者のと叱るのは生きているうち、死んだ後じゃ。ちっとばかり可愛いやと言うたとて仏の咎めもあるまいわいな。いやいや、我が子でも悪人を不憫と思うは天道へ敵対したが、まんざら他人が死んだようにも思えぬゆえ、思わず涙が涙は出ねど年の戸が目がかすむのじゃ。目を閉じて目を開く、闇の中意味もなく走り出す、すぐ歩く、息が切れたまらぬ。海の音怖くなる、着物の裾濡れる、にじむ汗冷たくなる、体の奥まぐま燃えている、月が叫んでも、月が叫んでも、闇は耳塞ぎ知らん顔、声にならない声で叫んでも、うなる海なりにかき消される。お父さん教えて、神様はいるの。お母さん教えて、どうして私を産んだの。月が叫んでも、月が叫んでも、闇は耳塞ぎ知らん顔、声にならない声で叫んでも、うなる海なりにかき消される。目を閉じて目を開く、闇の中意味もなく走り出す、すぐ歩く、息が切れたまらぬ。
カさん、わりゃまだ死なぬか。殺さらせぬか。カカさん、カカさん、ここ開けて。合法殿、今こなさんなんとぞ言うてか。いや、なんとも言いやせぬ。そりゃ空耳であろぞいの。いや、空耳かは知らねども、ちらりと聞こえた娘が声。そうおっしゃるはカカさんか。ちょっと開けてくださんせ。通じでござんす。戻りました。いやー、戻ったとは夢ではないか。雨であったか。うろたえ者め、肌は触れても触れいでも我が子に不義を仕掛けた畜生。侍の身で高安殿が助けておかれるはずはないのう。大ばば、高安殿からたびたびの施しがね、仕送りがあればこそ命をつないだわしらじゃないか。わりゃそのこと忘れたか。さあ、それは。その高安殿の目をかすめ、月将の心下げた娘、たとえ無事に戻ったとて角端も踏まされるか。合法殿、もとより娘は切られて死んだが、今もの言うたが娘ならそれこそ幽霊。こなた君が悪うはないか。必ず角野と開けまいぞ。いやいやいや、幽霊はおろか、狐タヌキの化けたのでも一度見たい娘が顔、もしや恐ろしいものであって目を回して死んだら幸せ。狐タヌキか幽霊ならまだしも、もしまことの娘なら高安殿へ義理の言い訳。以前は刀を裂いた役、親が手にかけ殺さにゃならん。それが嫌さに止めるのじゃ。トトさんのお腹じゃち、お憎しみはごもっとも。これにはだんだん言い訳あれど、人目を忍ぶ好みの上、まあここ開けてくださんせ。もしあれ、聞いてか合法殿、言い訳があるといの。まあ聞いてやってくださんせ。はて、娘と思えば義理もかけるが、幽霊を家へ入れるに誰に遠慮があるまいぞえ。いかさまのこの世を離れた者なれば世間をはばかることもないかい。そんなら早よ呼び込んで茶漬けでも手向けてやれ。河合や立ち寄るところはなし、幽霊もさぞ左かろう。はよはよはよ。これ雨でいたかいの。そうとはしらいで逆さまごとあたいまいまし100万遍弔いしたように無事な顔。これ世間の噂にはの
そなたは俊徳様とやらに恋をして館を抜けて出会ったの。いや不義じゃのともう悪いえど、そなたに限りよもやそういうことはあるまいの。こりゃ嘘である。嘘である。おお、嘘か。嘘か。カカさんのお言葉なれど、いかなる過去の因縁やら、俊徳様の恩ことは寝たまも忘恋焦がれ思い余って打ちつけに、言うても親子の道を立て、つれない返事固いほどなお嫌勝る恋の淵、いっそ沈まばどこまでもと後をしとうて勝ちはだし、足の裏裏何わがった身を尽くしたる心根を不憫と思うてともどもに俊徳様のお行方尋ね妙とにしてくださうすが、おやのおじやい畜生め、己にはまだ話さねどな。元俺が親は青戸左衛門藤綱というて武士の鏡とも言われた人じゃわい。俺の代になっても親の影、大名の数にもいったれど、今の世になって名人どもに讒言知られ、浪人して24年よう見限っての捨て坊主。このなりになってもな、親の譲りの連直を立て通した合法が子に前をもようも己のような女子の道も人の道もむちゃくちゃな娘を持ったと思えば身分がけだけどない。そ
このザバになってもまだ俊徳様と夫婦になりたい。親の慈悲で訪ねてくれとはどの方下で抜かしよった。生かしておいては高安殿へ義理がたたき覚悟せいぶっ放せ。うなぎだな。かば焼きの匂いだ。かば焼き、醤油、みりん、砂糖、酒などを混ぜ合わせた濃厚なタレをつけて焼いてます。お腹すいお父ちゃん仕事決まったら食べ行こう。辻ちゃんは好きな食べ物何？た。べっこ飴。お父ちゃんは？梅干しかな。酸っぱいやつ？ちょっぱいやつ。変なの。辻ちゃんはお父ちゃんとお母ちゃんどっち好き？お父ちゃん。本当に？お母ちゃんじゃないしょ。おお父ちゃんいっつも一緒にいてくれる。俺暇人だから、浪人だし。浪人？仕事のない人。でもお父ちゃん辻ちゃんがちっちゃい時はおしめ替えてくれたし、熱い食べ物はフーフーしてくれるし、お魚の骨取ってくれるし、辻ちゃんが寝るまでギューッとしてくれるし、働き者だよ辻ちゃん。あ、猫ちゃんだ。かわいい。三毛猫だ。三毛白、茶色、黒の3色の毛の猫です。猫。お父ちゃん物知り。俺なんか頭空っぽ、浪人だし。猫ちゃん言っちゃった。辻ちゃんは好きな動物何？猫ちゃんもいいけど、トラ。うわ辻ちゃん、虎はやめときなさい。どうして？トラかっこいいのに。うわ虎はなんというかね、不吉だ。お父ちゃん、ついちゃん愛を疲れて。おんぶしよう。わーい。わあ、お父ちゃんの匂いだ。むにゃむにゃ。パパパパ。娘よ。パパパパ抱きしめて。かわいい娘よ。パパパパ。娘よ。お辻、来週には行っちゃうのね。こうやって3人でご飯食べることももうなくなっちゃうんだね。大丈夫だよ。ちょくちょく帰ってこれるみたいだし。お前がさ、すくすく育ってさ、大人になっていくのは嬉しいことだけど、あんまり会えなくなるのは寂しいね。お辻、やっぱり働くなんて早いんじゃないか。まだまだお前は子供だ。でももう決めたことだから。今からだってやめたっていいんだ。人間決めるのも自由、決めたことをやめるのも自由だ。立派なお屋敷で働くんでしょ。きっと大変よ。お辻はよくお手伝いしてくれるけど、ちっちゃな家の家事手伝いとはわけが違うのよ。立派なお屋敷だからお給料もいいし、こんなチャンスないんだから。そうだが、もう何年か勉強して恋愛だってしたっていいんだ。働くのはそれからだって遅くはない。うちにそんな余裕ないでしょ。そのくらいなんとかなる。お辻一人を食べさせて勉強させるぐらいな。母さん。
お父さんとお母さんを早く楽させたいの。そんな子供の助けなどいらない。お父さん、小じき坊主って呼ばれてんだよ。天王寺の道の真ん中で歌ってる小じき坊主って言われてんの。知らないの？知ってるよ。お父さんにそんなみっともないことさせたくないよ。そりゃそんな風に言われてお前や母さんに恥ずかしい思いをさせてしまってるだろうけど、俺が好きでやってるんだし、これが父さんの仕事なんだから。でもそんなのいくらにもなんないでしょ。おつじごめん、お父さん、ごめんなさい。パパパパ娘よパパパパ抱きしめてかわいい娘よパパパパ娘よ初めてお目にかかります。お辻さんの上司をやっております羽曳野と申します。はい、おつじの父親の合法です。母親のお徳です。本日はお日柄もよく、こうしてご挨拶に伺いましたこと、心より御礼申し上げます。はい。先日お手紙でもお知らせいたしましたが、大殿様がお辻さんを大層気に入られ、この度婚礼の運びとなりましたことをご報告させていただきに参りました。誠におめでとうございます。私もお辻さんと共に働き早数年、お辻さんは人柄もよく働き者で、これから一緒に働けなくなってしまうのは上司としては残念ですが、自分の部下が新しい奥様になるなんて本当に鼻が高い。そしてちょっぴり羨ましい。なんてたって玉の腰、玉の腰中の玉の腰。合法さんも出世ですね。おめでとうございます。つきましては結納のお金なんですけれど。いやいやいらん。いりません。結納のお金はいりません。まあそうおっしゃらずに。おつじがどなたと結婚しようと、それでお金をいただく道理はありません。でもお父さん、うるさい。もったいないですよ。みっともないこと言うの。みっともないことないでしょ。ごちゃごちゃ言って受け取らない方がよっぽどみっともないですよ。おつじは売り物じゃないんだぞ。では結納金の話はまた折を見て改めてさせていただきます。大殿様にはおつじに親はいないと言ってください。お父さん、お母さん、長いことお世話になりました。おつじや、大殿様は優しくしてくれるか。はい、とても。俺より優しくしてくれるか。元気でな、元気でな。おつじ抱きしめてもいいかい。はい。おつじ、お父さん、パパパパ娘よパパパパ抱きしめてかわいい娘よパパパパ娘よ生まれてから死ぬまで空の下で風に吹かれて触れ合ったり離れたり
どうだ辻ちゃん、この家気に入ったか？古い家だけどな。古くったっていいよ、屋根があれば。ちゃんと辻ちゃんの部屋もある。うわ辻ちゃんもすぐ年頃になっちゃうから自分の部屋くらいないと。ーい。でも寝るとき一人やだな。寝るときはここで寝よう。3人で川の字になって。お母さんは買い物行ったよ。晩ご飯何かな、辻ちゃん、今まで何回も転校させてすまなかったな。な。いいの、私はお父さんとお母さんがいればそれでいいの。辻ちゃん、この土地にしっかり根を張って生きてこう。よし、父さん働くぞ。もう武士だなんだとこだわらない。職業に貴賤はない。どんな仕事だってする。お父さん何の仕事するの？お坊さん。お坊さん？お坊さん。お父さん頭ツルツルになっちゃうの？嫌か、ツルツル嫌か。わかんないけど。いや、辻ちゃんが嫌ならツルツルにはしない。ツルツルではない。新しいタイプのお坊さんを目指す。あ、いた。どうした辻ちゃん。なんか刺さった。いてててててて。どれ見してみる。爪んとこ。ああ、トゲだ。襖の敷居のやつだな。痛いよ。かわいそうに。よし、抜いてやるぞ。抜けた。これで大丈夫だ。本当だ。痛くなくなった。よかったよかった。あ、でもちょっと血出た。父さん、辻ちゃんの血見るの何よりつらい。お父さん。あ、波の音だ。海のすぐ近くだからね。パパパパ娘よ、パパパパ抱きしめて。かわいい娘よ、パパパパ娘よ。これが本当の、そりゃ両家が違うた。高安様がお慈悲で助けてくださる娘殺して義理が立ちますか？でこの上は随分と意見して俊徳様のことを思い切らし、命の代わりに雨法し、浮世をすれば死んだも同然、どこへの義理も立つ通り。今聞いた通りの様子なれば、もうどのように思やってもそなたの恋はかなわぬほどにの、ふっつりと思い諦めてはよ尼になってたも。わけもないこと言わじゃんすな。わしゃ尼になること嫌じゃ。嫌じゃ。あい、嫌でござんす。器量優れた一人の娘、尼になれと勧めるわ。どんな心であるぞいの。これ助けたいばっかりに、朝に言うにとこの母がついてはなでたこの黒髪を。はい、どうむごたらしうそらるるもの。今までの屋敷風はもう置いて、これからは色町風。随分派手に身をもって俊徳様に会うたらば、あっちからも
惚れてもらう。怪我にも借りにも天の坊主のと言い出してもくださんすが。もう金が通りでござんす。お腹の立つのはもっともじゃ、もっともじゃ。もう半時、いや強いてひとときわしに預けてくださんせ。手の裏を返すように思い切らしてみせましょう。夫婦になって長の年月、たった一度のわしが願い、これ聞き届けてくだされ、合法殿。お辻、これお辻、こっち来い。はよこっち来い。こっち来るんじゃ。はよこっち来い。俺こっち来い。こっちへおだ。もし俊徳様、これ朝か大義ながら手を引いて賜れ。はい、今の様子を聞くにつけ、もうしばらくもこのうちにお前はどうも起きまされぬ。いずくえなりとお供しょう。いや、母上にかくまで思われたは以前の俊徳。両眼敷いたるその上にかかるけき姿をばお目にかけなば、母上の愛着心は切れもやせん。案内せよ今一度。いやゲローメは先刻より始終の様子受けたまわる。このところにござること、もし敵方へ漏れては大事、一刻も早くおんともせん。さあ、はよ。懐かしや。俊徳様、お前に会おうばかりに心を尽くした会やって、おまめなお姿見たわいな。情けない母上様。この俊徳丸にまだまだ罪を重ねようとか。見る目いぶせき雷病の浅ましき姿はお目にはかからぬか。これでも愛想がつきませぬか。道も恥をも知りたまえ。愚かなことをおっしゃります。そのお姿も私がわざ。無才ともうるさいとも何の思いやせぬ。自らゆえに難病に苦しみたもうと思うほど一番愛しゅうござんす。何、このご病を母上の技と。さればいいな。去年下月住吉で幹と偽り、このアワビで進めた笹は秘宝の毒酒。雷病を発する気薬の力、中に隔てを仕掛けの調子。私が飲んだは常の酒。
お前のお顔を醜して朝香姫に愛想つかさせ我が身の恋をかなようため、お行方尋ぬるそのうちも君が形見とこの杯肌身離さず抱きしめて、いつかアワビの片思い釣れないわいな。ええ、聞けば聞くほどあんまりじゃ、あんまりじゃ、あんまりじゃわいな。玉を述べたお姿を弱のようにしやったの。母子の身として子にれんぼ、人間とは思われど、道ならぬこともほどがある。さあ元のお顔にして返しゃ。たまてはすっかと立ち上がり、恋路の闇に迷った我が身、見ても聞く耳持たぬ。もうこの上は俊徳様いずくへなりとも連れのいて、恋の一年遠さでお子が邪魔しやったら結構飛びかかってしんと追っておとって必殺のけがらわせ。何のためにその涙が。何吠えるのじゃ女房ども。我が泣いては高安様よ
俊徳様ご夫婦へ心の義理が立つまいがな。このような大悪人を己はまだ子じゃと思うかい。俺はもう憎でどうもこうもたまやる10年この方農民一匹殺さぬって現在の心これや己ばかりがこの大山で仏の教えを背かして無限地獄の鎌焦げにようしよったのかな魔王め。通りでござんす。通りじゃ通りじゃ憎いはずじこれには深い要素のあること、物語るうちこの刀必ず抜いてくださんすない。様子というは他でもなく、下作原の次郎丸様年笠に生まれながら後に生まれた俊徳様に家督を継がずを無念に思い、お世継ぎの俊徳様を殺そうというかねての企み立ち聞きして、いやナム三宝。この上は俊徳様ご家督さえお継ぎなくば次郎丸様の悪心も自然と病んでお命に別状ないと思案を極め、心にもない不義いたずら、妹背の固めと毒死を進め難病に苦しめたわな。お命助けをばかりの手だって来い。来いでない。との言い訳は身をも離さぬこの杯、母の心壊しらぬ片思いという心の誓い。それほど知れた次郎丸が悪事、なぜ高安様へ告げぬぞい。たった一口言いさえすれば雷病にすることも不義者にもならぬわい。今になってそんな暗い言い訳くような親じゃないわい。いえそりゃと
トトさんのご用件違い、その様子を夫へ告げなばお怒りあって次郎丸様、切腹かお手打ち忘れたこと。次郎丸様も俊徳様も私がためには同じまま子。義理ある中に変わりはない。悪人なれど殺させては次郎丸様の母御前もさぞやお嘆き。あなたこなたを思いやりママ子二人の命をば我が身一つに引き受けて。その心でなんでまた俊徳様の後を追うて家出したのが合点がゆかぬわい。おお、もっともなお咎められどいずくまでもお行方尋ねあなたのお目にかからねばいたわしやあの雷病ご本腹はござんせぬ。なんとやる。お主がそばについておればご本腹なさるるとは。さればのこと。天訳方言に読書の帳号本腹の字を詳しく尋ねしに特にて欲する雷病なれば。虎の月虎の日虎の国に誕生したる女の観音像の生き地を取り毒死を持ったる器にて病人であとるときは即座に本腹疑いなす。と聞いた時のそのうれしさ。それでこの杯身に添え持っておん行方尋ね探す心の割りトトさんガガさんこれもしトトさんなんと疑いは晴れましてござんすか。それがなんじゃ。そちが生まれつきが妙薬病だよい。一旦雷病にしてお命助けまた身を捨てて報復させとそれで読書信じたな。
き海を切り裂いて観音像の生き地を取り、このアワビではよはよ。今では心底可愛いですね。でもこれがもう同じ。何も若いくさリヘンドのやだ大変だ頼ます。これはまた迷惑ですわ。ご主人のお手の玉で様、どこへ刃が当てられましょう。こればっかりはごめん。もったいない奥様をどう殺されるもの、お許しなされてくださりませ。いや未練なようじゃ。もう人頼みには及ばぬ。待ってくれ待ってくれボス。とてもいい気がするつらいのち。物理頼み100万この人数で来るですよ。輪の中で王子をせよ。かねて覚悟のこの最後、未練に嘆いてくださるほど、結局私の未来の迷い。泣いてはくださいますな。死ぬる別れての私の望み。いやいやいや、何とぞながらえてくださいませ。お優しいことようおっしゃってくださいました。さりながらとても助からぬこの深でこれ俊徳様、命を捨てたご褒美には次郎丸様のお命お助けなされてくださるよう必ず高安様にお願いなされてくださりませ。はい。
けで思い残すこと一つない。さあこの血をさようなら。ほんにこの子が生まれたわ。虎の年、虎の月、虎の日の虎の国、世間へ沙汰をせぬ者と夫婦親子のその他は犬猫にさえ格下に、義理に迫れば夫婦親子の身を責め渡る無情の虎。ひょんな月日に生まれたわ。もって生まれた不運か。今から明日の朝まで人はどれほど涙流すの。涙の底に潜って夜のスキューバダイビング、血の流れが止まったら
あなたはどこにもいなくなるの。体は腐り土になり、心は闇に溶けてゆく。立ち上り指鳴らし揺れてるほの白い魂、目を閉じて耳塞ぎ感じる。すべての闇の中に手を伸ばし抱き寄せる。胸の中へ消える。何度も名前を呼ぶ。ありがとう、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとう。誰もいない夜の街、あなたを探して歩いてる。薄汚れた建物がお墓のように立っている。お酒がおいしいな。夜風が気持ちいいわ、俊徳様。そうだね、朝香姫。玉手さんが亡くなってから早数ヶ月です。あっという間の数ヶ月でした。お前たち結婚しちゃったしな。はい、何かとバタバタしてましたから。それにしてもお酒がおいしいな。入兵、飲みすぎちゃダメですよ。はーい。まあいいじゃないですか。今夜は無礼講です。俊徳。父ちゃん、俺は次郎丸。玉手さん、働き始めた頃ここで毎晩月見て泣いてたわ。羽曳野さんいびってたんでしょ。あんた怒ったらおっかないもん。いびってません。私は優しい上司でした。しかしあれだな、なんでかな、俊徳丸の母ちゃんになる人は死んじゃうのかね。呪われてんのかね。これ次郎丸、あんた何言ってんの。すみませんバカ。いけ、次郎丸。私は次郎丸さんの家来です。大殿様は若い奥さん亡くなってショックだったんだな。すっかりボケちまって。まあ飲みましょう飲みましょう。人生女が全てじゃない。ちょっとでも若い娘と結婚できたんだから運が良かったですよ。入兵、あなた飲みすぎです。改めまして今夜はお集まりいただきありがとうございます。皆さんお元気そうで玉手さんも喜んでると思います。玉手。大殿様、あれは月ですよ。でも月はなんだか玉手さんのようです。本当だ、ちょっと似てますね。玉手さんって丸顔だったんですか。ムードの話だアホ。月ってこうやってじーっと見てるとなんか不思議だね。優しく見守ってくれてるような、冷たい無表情のような。何考えてんのか分かりゃしない。あれ、なんか聞こえない？月が喋ってる。やべえな。叫んでる。月が叫んでいます。怖えな。立ち上り指鳴らし揺れてるほの白い魂、目を閉じて耳塞ぎ感じる。すべての闇の中に手を伸ばし抱き寄せる。胸の中へ消える。何度も名前を呼ぶ。さよならありがとう、ありがとうさよなら。
宇宙の一番果てに夢の中ならたどり着けるのあなたの心の中に夢の中でも触れたい合法殿今こなさん何とぞ言うてかいや何とも言いやせぬ。そりゃ空耳であろぞいの。